徹底検証。高市首相消費税ゼロは本気か。26年間のブログが語る真実。高市首相は2年間の食料品消費税ゼロを掲げます。一方、投稿訳には減税の記載はありません。また、高市首相の26年にわたる過去ブログを検証すると、むしろ減税に反対の立場です。そしてこのことが記事で明るみに出るとブログは削除されました。が、魚拓はすでに取られています。なお、記者は熊が専門です。面白い展開なので、検証内容をまとめます。1、衆院選の結果と公約の会議。2026年2月8日、投開票が行われた衆議院議員総選挙は自民党の圧勝という結果に終わりました。高市首相が打ち出した食料品の消費税ゼロ、この限定的な減税策が勝利の決定打となったことは否定できません。しかし1月23日の衆院解散から現在に至るまで、自民党の選挙公約に減税の文字は一度も記載されませんでした。2.26 年間のログが示す真実。高市首相が1月19日の記者会見で口にした非難という言葉、その真実味を確かめるため、2000年8月から25年以上にわたって更新されている公式ブログ全1024本の記事を精査しました。結果、消費税に言及した記事はわずか7本、対して自衛隊に関する記述は35本に上ります。2011年12月13日の投稿では、消費税 10% への引き上げを自ら擁護しており、2020年11月16日には、北欧諸国の付加価値税 25% を引き合いに出し、日本の負担は低い方であると述べています。四半世紀にわたる記録の中に、減税を求めた形跡は1秒も存在しません。3、積極財政という名の緊縮。法政大学の小黒和正教授は、現在審議されている2026年度予算案の矛盾を指摘します。一般会計において、社会保障費などの政策的経費を税収で賄うプライマリーバランスは 1.3 兆円の黒字に設定されました。国債発行を30兆円未満に抑え、対 GDP 比の債務を 170% から 166% へ引き下げるこの予算は、経済学的には積極財政ではなく、むしろ緊縮財政と呼ぶべきものです。4、市場の回答。首相の言葉とは裏腹に、金融市場は冷静な反応を見せています。衆院選後の為替相場は、予測された円安ではなく、1ドル140円台前半への円高傾向で推移しました。これは、食料品ゼロという減税策が実際には施行されない、あるいは経済への影響は限定的であると、マーケットが判断した結果と言えます。非難という言葉で語られた政策の真意は、どこにあるのでしょうか。高市首相の二面性や政治家としての計算に焦点を当てたる先見の明かりと、消費税に対する表現の対比。5、予言と沈黙。高市首相は、特定の分野において極めて一貫した先見の明かりを見せてきました。2004年10月29日のブログ記事、外国人労働者受け入れの課題では、少子高齢化による人手不足を背景に、日本がいずれ人の自由化を受け入れざるを得なくなることを20年以上前に指摘しています。しかし、その緻密な国家観に反して、消費税に関する記述は極端に少なく、四半世紀でわずか7本にとどまります。この偏りは、首相にとって消費税が長年の関心事ではなかった可能性を示唆しています。6、180度の転換と狸の戦略。2012年6月17日の記事では、民主自民公明の3党合意による増税を、手続き面では批判しつつも、消費税が持つ公平性をメリットとして挙げています。所得に関係なく負担を求め、必要な福祉には別途手当を出すべきだという当時の主張は、現在の食料品ゼロという政策とは明らかに矛盾します。選挙を目前に控えた1月19日の批判発言。過去20年以上のログを塗り替えるようなこの言葉は、精神なイメージの裏に隠された、老快な政治的計算を感じさせます。7、経済学が警告する歪んだ市場。法政大学の小黒和正教授は、この場当たり的な減税が招く代替効果に警鐘を鳴らします。食料品だけを 0% にし、外食を 10% に据え置けば、圧倒的な価格差によって消費行動が極端に偏り、外食産業の存立を脅かすことになります。また、防衛費拡充の財源議論が本格化する2026年現在、社会保障の柱である消費税を削ることは、年金や医療の財政基盤を根底から揺るがす行為に他なりません。8、投資家が下した脳の審判。選挙での自民党大勝を受けて、1ドル150円台への円安加速を予測する声もありましたが、実際には円高傾向が強まりました。金融市場が示したこの反応は、首相の食料品ゼロという発言を、実行不可能な選挙用のパフォーマンスであると冷徹に分析した結果です。1000本を超えるブログの行間から浮かび上がるのは、信念としての減税ではなく、勝利のために最適化された言葉の数々です。いかがでしたか。本分析はプレジデントオンラインの消費減税は、私の悲願は真っ赤な嘘公式ブログ記事1000本を検証して判明増税政治家、高市早苗の正体をもとに作成しています。この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。